女性に優しくしたり褒めたりしてるのに、恋愛対象として見てもらえない？そんな経験、ありませんか？実は、それには理由があるんです。かわいいね、素敵だね。多くの男性が使うこんな褒め言葉。女性は聞き飽きています。若い女性が本当に求めているのは、自分という存在を認めてくれる言葉。見た目じゃなくて、内面や雰囲気。その人らしさに気づいてくれる言葉。それこそが、女性の心をとろけさせる褒め方なんです。でも、どんな言葉で認めればいいのか、どう伝えれば心に響くのか、具体的にはわからない。そんな方も多いんじゃないでしょうか。今日お話しする11の言葉は、褒め方という形を借りた認め方です。11個と数が多いので、これらを5つに分類して紹介していきます。日常の変化に気づく褒め方、内面を認める褒め方、会話の中で自然に使える褒め方、時間差で聞く褒め方、そして、さりげなく好意を伝える褒め方。それぞれに違った効果があって、場面によって使い分けることで、より自然に女性の心に響きます。優しいあなただからこそ使える、心に響く褒め方があります。ガツガツしない、押し付けない。でも確実に相手の心に残る。そんな褒め方を身につけてみませんか？大切なのは、相手を見る目と、それを伝える言葉。テクニックじゃありません。本当に相手を見て、感じたことを伝える。その真心があってこそ、初めて効果を発揮します。今から紹介する11の褒め方を覚えれば、きっとあなたも、女性にとって特別な存在になれるはずです。準備はいいですか？それでは、年下女性の心がとろける11の褒め方、始めていきましょう。日常の変化に気づく褒め方。まず最初は、日常の変化に気づく褒め方です。特に若い女性は、自分の小さな変化に気づいてもらえると、すごく嬉しいんです。でも、ここで大切なのは、髪型とか服装みたいな見た目の変化じゃありません。もっと内面的な、その日の気持ちや雰囲気の変化に気づいてあげること。それが、女性の心を動かす第一歩なんです。一つ目は、表情や声の変化に気づく褒め方。今日、なんか楽しそうだね。声が明るいけど、いいことあった？なんか今日は調子良さそう。こんな風に、その日の表情や声のトーンの変化に気づいて、声をかけてあげる。たったこれだけで、女性は、この人は私の気持ちに気づいてくれるんだ、って嬉しくなります。なぜこれが若い女性の心に響くのか。女性は自分の感情を大切にしています。嬉しい時、楽しい時、その気持ちを誰かと共有したいって思うんです。でも、多くの男性は女性の見た目ばかりに注目して、感情の変化には気づかない。髪型変えた？とか、新しい服？とか、そういう表面的なことじゃなくて、内面から出てくる変化に気づいてもらえる。それって、女性にとってすごく特別なことなんです。使うタイミングも大切です。会った瞬間じゃなくて、少し会話をしてから、相手がリラックスしてきたタイミングで、さらっと言ってみてください。押し付けがましくなく、自然に気づいたという感じで。二つ目は、その日の雰囲気を褒める方法。今日は話しやすい感じがする。なんか優しい雰囲気してるね。今日の雰囲気、落ち着いてていいね。雰囲気って、目に見えないものですよね。でも、だからこそ、それに気づいて言葉にしてくれる人って貴重なんです。ここには深い心理があります。若い女性は特に、自分がどんな風に見られているか、すごく気にしています。怖く見られてないか、冷たく見えてないか、暗く見えてないか、そんな不安を心のどこかで抱えているんです。だから、優しい雰囲気とか、話しやすい感じって言われると、自分の存在そのものを肯定してもらえたような、そんな安心感を覚えます。さらに、雰囲気を褒めるということは、その人の内面からにじみ出るものを認めるということ。作り込んだ外見じゃなく、素の自分を認めてもらえる。だから女性は、この人の前では自然体でいられるかも、そう思うんです。三つ目は、いつもと違う一面を褒める方法。真剣な顔も新鮮でいいね。そういう一面もあるんだ。意外。いつもと違う感じも魅力的。人って、いつも同じじゃありませんよね。状況や場面によって、楽しい時もあれば、真剣な時もある。優しい時もあれば、
厳しい時もある。そんな多面的な部分に気づいて、それを肯定的に受け止めてくれる女性にとって、それはすごく嬉しいことなんです。これが心に響く理由があります。若い女性はいつも同じでいなきゃというプレッシャーを感じることがあります。いつも笑顔でいなきゃ、いつも優しくいなきゃ、いつも可愛くいなきゃ。でも、そんなの無理ですよね。人間だから。だから、つい素が出てしまった時なんかに、それもいいねって認めてもらえると、あ、これも受け入れてもらえるんだって思えるんです。いつもと違うねじゃなくて、いつもと違う一面もいいね。この違い、わかりますか？否定じゃなくて、新しい発見として受け止める。それが、女性の心を開く鍵になるんです。ここで大切なのは、比較しないこと。いつもより今日の方がいいじゃなくて、今日のもいいという表現。どちらも認める。どちらも受け入れる。そういう包容力を感じさせることが、女性の心をとろけさせるんです。内面を認める褒め方。次の3つは、内面を認める褒め方です。女性の心をとろけさせる本当の秘密。それは、見た目じゃなくて内面を認めること。どうやって褒めればいいかわからないという方も、これから紹介する方法を使えば、女性の心の奥深くに届く言葉を伝えられるようになりますよ。4つ目は、その人らしさを肯定する言葉。それ、すごくあなたらしい。そのままでいいと思うよ。無理して変わる必要ないよ。この褒め方の威力、わかりますか？若い女性も皆さんと同じように、もっと良くならなきゃって自分にプレッシャーをかけています。もっと可愛くならなきゃ、もっと気が利くようにならなきゃ、もっと完璧にならなきゃ。でも心の底では、ありのままの自分を受け入れてほしいって思っているんです。だから、あなたらしくていいって言われた瞬間、肩の力がふっと抜けて、心が楽になります。らしさを認めるって、その人の個性や価値観、生き方全部を肯定することですよね。他の誰かみたいになる必要はない。あなたはあなたのままで素敵。そう言われているような気持ちになるんです。例えばこんな場面で使ってみてください。女性が、私って変かな？とか、普通じゃないかもって不安そうにしているとき。それがあなたらしくていいんじゃない？って優しく言ってあげる。その一言で、女性は自分を認めてくれる特別な存在として、あなたを意識し始めます。でも注意点があります。らしさを認めるときは、具体的に何がらしいのかも伝えてあげること。その真面目なところが、あなたらしい。人のことを先に考えるところ。それがあなたらしさだよね。そうすることで、私のことを理解してくれてるんだって実感が生まれるんです。5つ目は、隠れた努力を見抜く褒め方。頑張ってるの、ちゃんと見てるよ。大変なのに笑顔でいるのすごいね。みんなが気づかないところで、いつも支えてくれてるよね。人の努力は目立たないことも多いですよね。若い女性の場合、立場的にも誰かのために陰で頑張ったり、自分の大変さを隠して明るく振る舞ったりすることがあります。そういう見えない努力に気づいてもらえることほど嬉しいことはありません。なぜこの言葉がこんなにも心に響くのか。女性は頑張りを認めてもらいたいと思いながらも、頑張ってるアピールはしたくないという複雑な気持ちを持っています。だから、自分から言わなくても気づいてくれる人の存在は本当に特別なんです。実際の使い方として、例えばこんなシーンがあります。仕事で疲れているはずなのに、明るく振る舞っている女性に、本当は疲れてるでしょ？無理しないでいいよって声をかける。または、いつも周りをサポートしている女性に、田中さんがいるから、みんな助かってるよって伝える。この褒め方のポイントは、大げさにしないこと。すごい頑張ってるね。じゃなくて、頑張ってるの、知ってるよくらいの、さりげない認め方。それが、押し付けがましくなくて、心にスッと入ってくるんです。この時、何に頑張ってるか、とかの具体的なエピソードを添えてあげると、ちゃんと気づいていてくれたんだ、ってより感動が深まりますよ。6つ目は、考え方や感性を褒める表現。その発想、面白い。話聞いてて勉強になる。あなたの考え方、好きだな。若い女性の知的な部分や感性を認める褒め方です。これ、実はすごく大切なんです。なぜかというと、女性は可愛いとか、
綺麗って褒められることには慣れていても、自分の考えや感性を認められることって意外と少ないんです。特に男性から知的な部分を評価されることって本当に嬉しいんですよ。これが心に響く理由は、女性は対等な関係を求めているからです。見た目だけじゃなく、一人の人間として、知的な存在として認められたい。だから考え方や感性を褒められると、この人は私を一人の人間として尊重してくれるって感じるんです。使い方のコツは、相手の意見をちゃんと聞いてから褒めること。話を最後まで聞いて、なるほど、その考え方いいねって返す。途中で遮って褒めるんじゃなくて、ちゃんと理解してから褒める。それが、本当に聞いてくれてるって実感につながります。さらに、教えてもらったという姿勢も効果的です。その見方、気づかなかった。教えてくれてありがとう。あなたの話聞いてると、新しい発見がある。こんな風に、相手から学んでいるという態度を示すと、女性は自分の価値を実感できるんです。ここまでで6つの褒め方を紹介しました。参考になったものや、自分はこうしてるよってものがあったらぜひコメント欄で教えてください。さて、次からはもう少し踏み込んで会話の中で自然に使える褒め方を紹介します。特に次のなんかを使った褒め方はなぜか女性の記憶に残りやすいんです。会話の中で自然に心をつかむ褒め方。続いて紹介するのは会話の中で自然に心をつかむ褒め方です。これまでの褒め方も大切ですが、会話の流れの中でさりげなく使える褒め方を知っていると、もっと自然に女性の心に入り込むことができます。構えずに、普通の会話として使える。そんな褒め方を3つ、紹介していきますね。7つ目は、なんか、少しを使った自然な褒め方。その笑い方、なんかいいね。今の言い方、少しドキッとした。なんか今日、雰囲気違っていい感じ。この、なんかとか、少しって言葉、実はすごく使えるんです。女性が後から、なんであの人の言葉、心に残ってるんだろうって不思議に思う、ちょっとずるい効果があるんです。なぜかというと、ストレートに素敵とか、可愛いって言われると、女性は身構えちゃうことがあります。でも、なんかいいねみたいに少し曖昧な感じで言われると、自然な感想として受け取れる。押し付けがましくない、さりげない行為として伝わるんです。それに、なんかって言葉には、言葉にできない魅力を感じてるっていうニュアンスもあります。理屈じゃなく、感覚的にいい。そういう本能的な反応って、女性にとってすごく嬉しいんです。使い方のポイントは、本当に感じた瞬間に言うこと。計算して使うんじゃなくて、ふと思った時に、あ、なんかそれいいねって、その自然さが、女性の警戒心を解いて、心を開かせるんです。でも使いすぎには注意です。何でもかんでもなんかをつけると、自信がない、曖昧な人だと思われちゃう。本当に心が動いた時に、さらっと使ってみてください。8つ目は、聞いてくれることへの感謝を伝える褒め方。話聞いてもらえて楽になった。あなたと話すと考えがまとまる。いつも聞き上手で助かる。これ、意外と盲点なんですけど、聞いてくれることを褒めるって、すごく効果的なんです。聞く姿勢自体を評価してもらえる機会って、実はあまりないんです。だから、あなたのおかげでって言われると、自分の存在価値を感じられるんです。実際の使い方として、こんなタイミングがあります。仕事の愚痴を聞いてもらった後に、聞いてくれてありがとう。すっきりした。悩みを相談した後に、あなたに話せてよかった。答えが見えてきた。ポイントは、具体的に何が良かったかも伝えること。否定しないで聞いてくれるから、話しやすい。うなずきながら聞いてくれるから、安心する。適度に相槌打ってくれるから、話が整理できる。こうすることで、ただの社交辞令じゃなくて、本当に感謝してるって伝わります。さらに、聞き役の女性も実は話したいことがあるはず。今度は僕が聞く番だよって言ってあげると、対等な関係として見てくれてるって感じて、より心を開いてくれます。さて、ここまでで8つの褒め方を紹介しました。会話の中で使える自然な褒め方、ぜひ試してみてください。次は、時間差で聞く褒め方を紹介していきますね。時間差で聞く褒め方。
その場で言う褒め言葉もいいけれど、時間を置いてから伝える褒め言葉には特別な力があります。あの時のことをまだ覚えていてくれた、その感動が女性の心をじわじわと、そして深くとろけさせます。9個目は、後から思い出したことを伝える褒め方。昨日の話、後で考えたらすごく納得した。この間の、家帰ってからも思い出してた。あの時の笑顔、今でも頭から離れない。会った後に、もう一度思い出してもらえる。それって、女性にとってすごく特別なことなんです。この褒め方が心に響く理由は、その場限りの社交辞令じゃなくて、本当に心に残ったんだって実感できるから。時間が経っても忘れられない存在になれたって、それだけで嬉しいんです。実際の使い方として、LINE やメッセージが効果的です。デートの後、家に着いたタイミングで、今日のカフェの話、面白かったな。また聞きたい。会議や飲み会の翌日に、昨日の意見、すごく的確だったと思う。ポイントは、具体的に何を思い出したか伝えること。楽しかっただけじゃなくて、仕事のこと真剣に考えてるって言ってたところ、本当にそうだと思った。あの時の表情が印象的だった。具体的であればあるほど、本当に覚えていてくれたんだって感じます。自分の行動に影響を与えたことを伝えるのも効果的ですよ。あなたが勧めてくれた本、早速買ったよ。言われた通りにやってみたら、うまくいった。こんな風に、相手の言葉が自分の生活に影響を与えたって伝えると、女性は自分の存在価値を強く感じます。10個目は、みんなが気づかない良さを伝える褒め方。その優しさ、気づいてない人多いと思う。もっと評価されていいのに。みんな見る目がないよね。他の人が見逃している魅力に気づいてあげる。それだけで、女性はあなたを特別な理解者だと感じます。若い頃は特に、自分の良さを理解されないもどかしさを感じることがありますよね。頑張ってるのに評価されない。優しくしてるのに気づかれない。そんな時に、僕は知ってるよって言ってくれる人の存在は、本当に心強いんです。ポイントは、慰めじゃなくて事実として伝えること。かわいそうじゃなくて、もったいない。頑張ってるねじゃなくて、すごいことしてるよ。同情じゃなく、評価として伝えることが大切です。逆に注意すべき点は、周りと比較しないこと。他の人と違って僕は、じゃなくて、もっとみんなも気づけばいいのに、という、相手を応援する立場で伝えてみましょう。さりげなく好意を伝える褒め方。最後に紹介するのは、もしを使った褒め方です。直接的じゃないのに、女性が勝手に想像を膨らませてしまう。そんな効果があります。11個目は、もしを使った軽い妄想を伝える褒め方。彼女だったら楽しそう。一緒に住んだら毎日笑ってそう。もしデートしたら、どこ行きたい？もしという家庭の話だからこそ、重くなりすぎずに好意を伝えられます。しかも、女性の想像力を勝手に働かせてしまう、ちょっと危険な効果もあるんです。若い女性は想像力が豊かです。もしと言われた瞬間、頭の中で自然とその場面を想像しちゃう。そして想像してる自分に気づいて、あれ、私この人のこと意識してるって思うんです。使い方のポイントは、楽しそうな未来を描くこと。もし付き合ったら大変そうじゃなくて、もし付き合ったら楽しそう。ポジティブな想像をさせることが大切ですよ。まとめ。今日は、優しいあなただからこそできる11個の褒め方を紹介してきました。日常の変化に気づく褒め方。内面を認める褒め方。会話の中で自然に使える褒め方。時間差で聞く褒め方。そして、さりげなく好意を伝える褒め方。どれも、女性の心をとろけさせる特別な言葉たちです。でも、これらの褒め言葉は、魔法の呪文じゃありません。本当にそう思った時に、本心から伝えてこそ、初めて相手の心に届くんです。テクニックとして使うんじゃなくて、相手をちゃんと見て、感じたことを素直に伝える。その真心があってこそ、女性の心は本当にとろけるんです。そして、もう一つ大切なことがあります。褒め言葉を使うのは、相手のためだけじゃありません。あなた自身のためでもあるんです。人の良いところを見つけて、それを言葉にする。その習慣が、あなたをもっと魅力的な男性にしてくれます。
あなたの優しさは使えば使うほど磨かれていくものだからです。大切なのは相手を思いやる気持ちとそれを伝える勇気。その両方をあなたは持っているはずです。優しいあなたがちゃんと選ばれる恋愛ができますように。年下女性の心をとろけさせて素敵な関係を築けますように。この動画がその第一歩になれば嬉しいです。もしこの動画が参考になったと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押してください。そして、まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録をお願いします。コメント欄で、あなたの経験や感想も聞かせてください。実際に使ってみた褒め言葉と、その反応を教えてもらえると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。